生のマグロが食べ放題。一泊1人1万円から豪華朝ごはん、ラーメンも作れちゃう。温泉に入って豪華な食事が2食付き、こんな最高な体験ができて1人1万円。最後まで見てね。今回は和歌山県の南紀串本にある大江戸温泉物語に1泊。大阪から車で約3時間、電車で約4時間とアクセスは少し悪いけど、1泊1人1万円のプランを発見。しかも朝夕2食付きで夜は生マグロ食べ放題。しかも大型連休初日4月29日から1泊たまたま撮影の2日前に見つけて急遽予約。高速道路上の運転はテスラくんにお任せ。これ本当に楽ちん。大江戸温泉物語南紀串本に到着。道中いろいろ寄り道したのはまた別動画にします。マグロのオブジェがお出迎え。入り口を入ってすぐ正面には大島がドーンと登場。チェックインしてきます。16時頃になると行列できてたので避けるのをおすすめ。フロントの横で自分サイズの浴衣を取っていきます。デザインも数種類ありました。もう日本には1頭もいないパンダがお出迎え。まず部屋に行きましょう。406。ワンフロア36室あり、全部屋横並びなので廊下が長い。本日のお部屋は406号室。結構広い10畳の和室のお部屋。ベッドではなくお布団なのが風情があっていい感じ。洗面台の位置がなんかおかしい。大浴場があるから絶対に使わないお風呂。オーシャンビューのお風呂が部屋についてます。お部屋からの眺めは最高です。冷蔵庫はもちろん冷凍庫があるのは高ポイント。お茶が用意されてました。トイレはウォシュレット付きで安心。1階には24時間使えるドリンクサーバーが設置。これはかなりありがたい。マッサージチェアは有料。これ無料だと最高なんだけどな。当たりくじタイプの UFO キャッチャーは数台設置されてるけど撮影禁止でした。ジュースとアイスの自販機、その横に喫煙室、客室は全室禁煙でした。温泉旅館といえばの卓球台も無料で使えます。その隣は漫画コーナー。結構な数の漫画が用意されてます。朝夕のご飯はこちらでいただきます。さらに奥へ突き進むとカラオケコーナーが。有料予約制だけど普通にジャンカラより広くてこっちの方が良さそう。結構広めの売店もあります。18時からは2000円以上購入で全品1割引き。売上ランキングも掲示してあって何を買うか悩んだ時に便利。
ご当地キティ和歌山版ちいかわは売ってませんでした。熊野古道のお土産もゲットできます。こちらが売り上げ1位のピーカンナッツ。正直初めて見たんだけど美味しいんだろうか。知ってる方いたらコメントで教えてください。未だに大量に売られているパンダグッズ。もう一度日本にパンダを。あんな可愛い動物見られない現代の子はかわいそう。5年ぐらいしてこれ売ってたんですか。なんで売ってんの。ご飯まで時間があるので一旦温泉へ。この日はあいにく曇りでしたが、ここの露天風呂最高でした。待望の夕食の時間。見てください、このマグロめっちゃ美味しそう。夕食は2部制で17時30分と19時スタートが選べました。この夕食で必ず食べるべきものを後ほど紹介します。めはり寿司に鉄火巻きにサンマの棒寿司、握り寿司が4種類。ここからはホットフードコーナーでまず焼きそば、麻婆豆腐、肉団子の酢豚。中華から急に和食で茶碗蒸し。ちょっと珍しいマグロと海鮮のチゲ鍋。好きな人にはたまらないマグロの荒炊き。和歌山の湯浅の醤油を使った和風ボンゴレ。和歌山ラーメンも作れちゃいます。とりあえずお腹が空いたので紹介の続きは後ほど。一度も冷凍していない生のマグロ。正直これ以外はおまけみたいなものです。色が違うのは部位が違う。それともこっちはキハダマグロ。カツオや甘エビもありますよ。目の前でカツオのたたきが下げられちゃった。もちろんすぐに新しいカツオのたたきが運ばれてきました。マグロのレアカツ。正直過去美味しいものに出会ったことがないけどこいつは違いました。ライブキッチンではサーロインステーキが調理中。今からソースは2種類から選べました。揚げたてサクサクの天ぷらも。この日はエビとタケノコとレンコン。普通の塩と岩塩とが選べる謎のこだわり。桜エビの炊きたてご飯や海南チキンライスも美味しそう。これだけ食べるのもあり。ビュッフェに必ず鎮座するカレーはもちろんあります。サラダの種類も結構豊富。スイーツもしっかりあります。スイーツの横に和風の煮物が置いてあったり、レイアウトがちょっと難解。こちらにはグラタンに唐揚げとポテト、炭水化物と油系が置いてあります。ちなみにテーブルはこれでキープします。
とりあえず1周目は和風でまとめました。上から見るとこんな感じ。マグロの刺身を中心にレアカツにお寿司に天ぷら、カツオのたたきと甘エビにサーロインステーキ。それではマグロからいただきます。一度も冷凍してないのでねっとりした食感で水っぽくなく最高にうまい。こっちの少し色の違うマグロも見た目はキハダマグロかと思ったけど、多分さっきのマグロの別の部位。カツオのたたきも臭みなしで美味しかったです。甘エビは殻付きで剥くのが少し面倒だけど美味しいやつ。別にいらんからですよ。このマグロのレアカツは絶対食べてほしい。パサつきもなく本当に肉みたいな食感。最初はソースで食べたけど天ぷらコーナーにある岩塩で食べるのもいいかも。俺あれやってちょうど下げられる。続いてサーロインステーキというか厚みとサイズがほぼ焼肉。お寿司はぶっちゃけ食べなくていいかも。スーパーのお寿司食べてる感じ。天ぷらはエビよりタケノコが美味しかった。湯浅醤油の和風ボンゴレ、これあんまり期待してなかったけどいい意味で裏切られた。うまい。2周目いきましょう。とりあえず茶碗蒸しをゲット。ここで焼きたてのアップルパイが出てきたのでとりあえずゲットします。大人気で出てきたら一瞬でなくなる代物。2ついく。これでもういいやろ。このマグロは何度でも食べたくなるやつ。さっきスルーしたマグロのカルパッチョの気になるので海南チキンライスの鶏肉だけ取っちゃいます。これもさっきスルーしたマグロのエスカベッシュ。エスカベッシュって何ぞやと思って調べたら唐揚げを酢漬けにした料理らしい。お肉もおかわり。タイミングよく新しいマグロが補充されたから取っちゃいます。もちろんマグロのレアカツもおかわり。さっきよりしっかりレア。あとラーメンも作っちゃいます。温めるだけで OK っぽい。湯切りはしっかり。しっかり濃厚そうな和歌山ラーメンの完成。チャーシュー爆盛り麺にしちゃった。2周目もマグロメイン。ここでしか食べられないもの優先。ちなみにソフトドリンクはドリンクバーで飲み放題。乾杯。アルコールの飲み放題も2000円ちょっと課金すれば可能でした。ダブルで贅沢食いしちゃうだって食べ放題だもん。マグロのエスカベッシュ、これおすすめ。美味しかったし酸味が最高。カルパッチョもおすすめ。この辺りは酸味で食欲増進されます。今回はとってもレア。これくらいがベストかも。
海南チキンライスの鶏肉のみ、これも美味しくておすすめ。実はここに来る途中山岡屋寄ったから本日2杯目のラーメン。食べるの忘れかけてた茶碗蒸し、これが結構うまかった。ちなみにドリンクバーはこんな感じ。これにお茶とコーヒーと結構充実。ここからはデザートタイム。アイスクリームにソフトクリームもあります。これ食べてみよう。ババロアの上にシャインマスカットが乗ってる感じ。食後にさっぱりする感じで美味しかったです。このアップルパイは激うまでした絶対食べるべき。リンゴが入りすぎてて持ち上げると崩壊します。てかリンゴ入りすぎじゃん。いや、すごいよね。ごちそうさまでした。寝て起きたら朝ごはんの時間です。くっちゃね暮らす温泉生活最高すぎる。まずここはご飯にのせる系マグロのぶつ切りに叩き、マグロや明太子、イカやなめ茸といろいろと朝から豪華。ホットメニューはナポリタンにロールキャベツ。これなんだっけ？シューマイに卵焼き。その隣には肉団子。朝から湯豆腐もいいね。定番の温泉卵。美味しそうな焼きたてパンが数種類。ちなみにこのパンは厨房で焼かれた自家製パン。バターにジャムの2種類。定番のスクランブルエッグにソーセージ。ハッシュポテトにミンチカツにサバの塩焼き。納豆に切り干し大根にひじき。ここら辺も定番ですね。朝も夕食と同じくらいのメニューが豊富で何を食べればいいか悩む量。もちろんフルーツやデザートも。サラダもディナーと同じくらいの種類あります。朝食のマグロ丼に次ぐ人気メニューは多分これ。まずは丼作っていきます。明太子とオクラを取りつつ、イカをのっけて、マグロをのっけて、たたきマグロをたっぷりのっけます。正直この海鮮丼のタレはかけずにわさび醤油で食べた方が美味しかった。とりあえず1周目完成。朝から豪華海鮮丼、贅沢すぎるし1泊1万円2食付きの内容とは思えない。しかもこのたたきマグロ結構粗めで食感もいい感じ。マグロはもちろん2冷凍。海鮮丼のタレが微妙なので醤油追加。南紀は実はイカも名物。このイカもとっても美味しいです。ちなみにこの6区画のお皿に乗ってるやつは特に食べなくてもいい感じです。家でも食べられる業務を感じるお味。2周目いきます。もちろん海鮮丼からスタート。今回はたたきマグロをメインにぶつ切りマグロをのせると豪華マグロ丼が完成。これマジで店で食べたら1500円超えじゃない。温かいお蕎麦もいただきます。
温めるだけで OK。 湯切りはしっかりしましょう。2週目は海鮮丼セット。観光市場で食べたらこれで1800円っしょ。今回は海鮮丼とタレは最初から使わず、わさび醤油かけていきます。毎日でも食べたいここの朝ごはん。全体的な総評をすると、こちらの大江戸温泉物語南菊下戸、今回1人1泊朝夕食い付き1万円を踏まえて考えると非常に最高のお宿かと思います。施設やお部屋に自体に少し古さは感じるけど、不潔や汚さは一切ないし、とても綺麗に管理されてます。温泉の質も良くて、露天の景色も最高。朝夕食の内容も非常に良く、生マグロを中心に豪華な内容。スタッフの皆さんホスピタリティもすごく高くて、最高の旅行体験になったと思います。朝夕食べるべきメニューは共通して、とにかく生マグロと海鮮を中心に、あと夕食のアップルパイのような目玉スイーツは必食。朝ごはんは和3本のフレンチトーストでした。フレンチトーストはこの後紹介します。まだ食べるのかって、まだ食べちゃいますよ。このタイのほぐし身で豪華お茶漬け作っちゃいます。美味しそうにできました。デザートは和3本のフレンチトースト。すぐに品切れになる大人気メニュー。メープルたっぷりかけていただきます。本当に美味しすぎてポケットに入れて持ち歩きたいくらい。締めのアイス。ソフトクリーム巻くのって難しいんですね。食後のコーヒーとソフトクリーム、こんなに全開で楽しんでいいんだろうかってくらい最高の朝食でした。大江戸温泉物語南菊下戸、1人1泊朝夕食付き1万円旅。宿泊編はここまでになります。次回は南紀観光編です。チャンネル登録と高評価お願いします。コメントもたくさん書いてください。ハイプも忘れずにしてくださいね。最後までありがとう。次回の動画もお楽しみに。またね。